皆さんこんにちは。 IBS マガジンの斉藤幸恵です。今日は日本最大級の製造業の展示会、ものづくりワールド東京2025の会場に来ています。それでは早速一緒に見に行ってみましょう。2025年東京製造展の特別報道は ICP ダスの提供でお送りします。 ICP ダスは産業用オートメーションおよび通信関連製品を提供する台湾メーカーで、設備からのデータ取得を通じて現場の見える化と効率化を支援しています。さあ、こちらはワッティのブースにお邪魔をしております。こちらでは堀さんにお話を伺ってまいります。堀さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どういった会社なのかも教えていただいてもいいですか？はい、ワッティ株式会社といって、メーカーとして、活動させていただいているんですけれども、私どもがこの青いブースですね、がセンサー事業部といって、液面レベルセンサー、もうタンクとかの中の液体の残量とかですねを検知するようなセンサーを扱っております。そうなんですね。まずこの液面フロートスイッチですね。でフロートスイッチっていうのがもうタンクの中につけていただいて、で液面がこう上がってきて浮きがこう浮いてくると検知して、オンもしくはオフするスイッチですね。なのでタンクがいっぱいになりましたとか、タンクの中身が空になりましたとか、そういうのを知らせてくれるような。でいろいろ色が違うと思うんですけれども、そうですね。はい、材質が違って、もう液体の、薬液とかだったり、あと油だったり、あと、液体でも温度帯が高かったりとかっていうところに、応じて、材料を選定して、使っていただくような。このフロートスイッチをですね、中に入れた形、こちらですね、換水センサーっていうものも今、力を入れて、活動していまして、実際に日本の国土交通省のワンコインセンサーっていう実証実験の取り組みがあるんですけれども、そこで実際に使っていただいているようなそういったセンサーで見ていただくとですね、はい、よいしょ、外せるんですね。フロートスイッチって、こちらですね、こういうものが入っていて、外の屋外の、道路のアンダーパスとか、普通に、大雨が降って、建物が冠水しちゃうとか、そういったところに、つけていただいて、冠水、水が溜まってきたよっていうのを検知するような屋外仕様の形ですね。そうなんですね。でメンテナンスしやすいように、こういった形で簡単に外せるようにしたっていうのが、新しくお作りさせていただいているものになっています。やっぱりメンテナンスも大切ですもんね。そうですね。やっぱり屋外仕様だと砂とかが詰まってしまったりっていうこともあったりするので、定期的にこう開いて、水をかけて洗浄だったりとかっていうところが必要かなと思います。でもこういったフロートスイッチだけでなくて、連続式液面レベルセンサーと呼んでるんですけれども、このフロート浮きの位置がどこにあるかっていうのをリニアに見ることができるよっていうようなセンサーですね。もうこちらのタイプはその場所に液面が来たか来てないかだけなんですけれども、これはフロートが今どの位置にあるかなので、タンクの 100% なのか、50% なのかっていうのを細かく見ることができますよっていう、そういったセンサーですね。いろいろあるんですね。ありがとうございます。であとは自社の製品では実はないんですけれども、このカプトロンっていう会社、これがドイツの会社になっているんですけれども、我々の扱うフロートスイッチだと測れないようなちょっと粘ついたような液体だったりだとか、あと、砂が混じるような液体とかだと、フロート浮きがこう引っかかったりしてしまうので、そういった時にこういった静電容量式っていうセンサーですね。これはフロート浮きがないので引っかかりがなかったりだとか、多少粘ついているものでもフッ素コーティングしてあるので、もうスーッと液が垂れて、この位置ですよっていうのが先ほどのレベルセンサーと同じようにどの位置にあるかが分かると
いうようなセンサーですね。それぞれやっぱり特徴を持ってるんですね。そうですね。なのでもうどういった液体を使うのかとか、用途をお伺いさせていただいて、それに合った形で提案させていただくような、そういった形になってます。でも、先ほどのカプトロンという会社のこちらがレーザー式のセンサーになっていて、はい、これちょっと気になってました。はい、ありがとうございます。粉体レベルセンサーって書いてあるんですけれども、砂とかでも見れますし、もちろん液体の残量検知もできるような、そういったセンサーです。こちらの先からですね、レーザーが出て、光の反射の戻ってくる時間を距離に換算して、すごい。はい、どの位置にありますよっていうのが分かるっていうような、そういったセンサーです。いろいろ工夫されてますね。そうですね。いろいろご紹介いただきましてありがとうございました。とんでもないです。視聴者の皆さんもご興味を持たれました方はぜひマッティにお問い合わせください。また何かご質問があります方はコメント欄にご記入いただければご返信させていただきます。今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。